皆さん、韓国人ってなんで日本旅行にハマると思いますか？綺麗で安全な国ですよねって思ってませんか？全然違うんですよ。東京駅を出た瞬間に、ここ現実？まるで映画の中なんだけどって固まる人がいるんですよ。この動画を見ると、日本人には当たり前すぎて気づかない日本の日常が立体的に見えてきます。今日は韓国人が日本旅行で衝撃を受ける7つの瞬間を紹介します。順番に行きます。一つ目は、非日常映画館ってことです。まず、韓国人が東京でびっくりするの街なのかもしれません。いや、街で驚くってなんて思いますよね。僕とか韓国人の友達、渋谷スクランブル交差点に着いた瞬間、立ち止まるんですよ。これ映画の撮影中って、街全体が一つの作品になってますよね。渋谷の巨大なビジョン、新宿のネオンの密度、港区のガラスビル、大手町の無機質な高級感、しかも山手線を乗るだけで形式が10分ごとに変わります。秋葉原はアニメ、銀座は高級ブランド、下北沢は古着とライブハウス、電車移動がもうアトラクションなんです。しかも夜景がすごい。韓国人の友達が東京で色の温度まで計算されてる感じがするって言ったんです。確かにそうなんですよ。看板の配置、ネオンの明るさ、道路の反射、コンビニの光、全部が東京感を作っていると思うんですね。日本で都市イコールエンタメ空間だったのかもしれないですよ。二つ目、自然と都市の共存ということです。日本の自然、普通に歩いてたら急に侵入してきますよね。これ本当に不思議です。例えば中目黒、ビル街なのに川が流れてる。春になると桜が爆発する。しかもその横でみんながスタバ飲んでいる。意味がわかんないです。新宿御苑もそうです。新宿って日本でもトップクラスの超都会じゃないですか。なのに、門に入った瞬間、新宿御苑では音が消えますよね。東京のど真ん中で無音になってるんですよ。あと、鎌倉、東京から電車で約1時間、海ある、寺ある、カフェある、大仏ある。韓国の場合ですと、海は海、寺は寺という別のイベントなことが多いんですね。で、日本に来ると1日で全部混ざることできますよね。しかも桜祭り、紅葉花火大会、季節ごとの演出されるイベントありますよね。日本は自然を見る国じゃない。自然と一緒に生活する国だったのかもしれません。三つ目、秩序と静けさです。これ、多くの外国人が驚くんじゃないですかね。なんで電車こんな静かなのです。韓国の地下鉄、喋ってる方います。電話もします。もちろん全部の電車でそうなわけではないんですけれども、別に電話してもおかしいことではありません。日本の電車ってほとんどの場合は静かなんだと思うんですね。外国人からすると怖いんです。誰も電話しない。みんな空気を読んでいる。超満員電車なのに静かに動いている。でも、もっと不思議なのが、ルールが見えないってことなんですね。その静かさの後ろには、日本って絶対こうしてくださいっていう圧はですね、出されないんですよね。韓国の場合ですと、こういった秩序に対する考え方は、状況に合わせる。この場所ではこれをしてても、この場所ではそうじゃないかもしれないみたいな考え方なんだと思うので、早く強く柔軟に的な考え方があると思います。日本は全体で、この空間では守っていきましょうみたいな、静かに揃えて迷惑をかけないってことが、根本的な思想とあると思うんですね。だから、どの場所に行っても、例えば電車というカテゴリーでは、電話をしないだったりとか、そんな大きな声を出さないみたいな共通認識があると思います。韓国と日本と同じ電車、韓国と日本と同じ街という考え方でも感じてくるのは全く違うと思います。で、4番目は伝統文化の没入体験です。韓国人とか外国人が日本旅行でハマるものって、実は神社とかお寺だったりするんですね。しかも面白いのが意味はわかんないけど参加してるってことです。鳥居くぐるとか手を洗うとかおみくじを引くとか気づいたらみんな自然にやってますよね。日本の伝統文化を見ていると、見るものにとどまらないことが多くて参加するものっていうのがあると思います。これ大
大きいと思います。韓国だと、韓服っていうのは、特別なイベントの時、その特別も韓国、今はもうほとんどゼロに近くて、韓服着てる方々って、そのキョンボクンでレンタルしてる方々が多分9割以上なんですね。この伝統村っていうのも、観光地的な特別に作られてる感覚に近いと思います。日本だと、状況が違うと思うんですよね。着物、卒業式とか、もう普通に着ている方々多いですよね。京都を歩いているとも、普通に和服の方いますよね。旅館に入ると畳ありますよね。そういったところは座るだけで異世界感があると思います。でも、こういうことの面白さって説明しすぎないってところかもしれません。意味がわからなくても体験ができる。だから外国人がハマる。気づいたらこういった文化を体験しているような場面が多いかもしれません。5番目は消費体験の完成度です。日本のカフェとか喫茶店でよく固まると思うんです。抹茶いっぱいでここまでやるのってことですね。韓国のカフェももちろん進化しています。内装も綺麗にして、この写真の映えが強い。毎月新しい店が出る、新しいジャンルが出る、飽きることなく楽しめると思うんですね。で、一方、日本、方向は違うんだなというふうに思います。一言で言えば、空間ごと売るっていうのがあるのかもしれません。例えば、京都の抹茶カフェ、庭がある、器が綺麗、店員さん静か、抹茶を足す動きまで演出になっている。もう抹茶という飲み物じゃなくて体験なんだと思うんですね。京都って街そのものがブランドじゃないですか。歩くだけで楽しいじゃないですか。僕は京都って日本版ディズニーランドだなっていうふうに感じることもあります。あと日本って物事を売るのが上手なんだと思います。老舗とか100年続く店とか職人とか季節限定とか商品だけじゃなくて背景も一緒に買わせていると。僕が韓国と日本、両社会をよく見て感じるのは、韓国は今すぐ面白くさせるっていう側面が強い。日本は年月をかけて深みを出すというところに強みを持っているんだなというふうに思います。僕はありがたいことにこういう両方の面白さ、楽しさを分かっていて、いや本当に良かったなというふうに思っています。で、6番目は清潔安全安心ですね。これはどちらかというと、外国人からの話なんですけれども、海外ってそんな安全な国ばかりじゃないですよね。アメリカは銃のリスクがありますし、イタリアはスリのリスクがあります。そう思うと、治安の良い海外っていうのは本当にありがたくなると思うんですよ。じゃあ韓国人は海外に行くってなります。どこ行こうかなってなると、その中で日本はやっぱり安全安心ですよね。夜中2時、女性一人でコンビニ行っても、別に行けないことはないんですよね。普通に静かで、安心して行ける人もいますよね。あと、歌舞伎町、これ日本人は日本一危ない街ってイメージあると思うんですけれども、これ外国の観光地と比べると、これで危険地域なのってなることあると思うんですね。僕、さらに地味に驚くのは、実はコンビニのトイレですよね。無料で困った時に、これ使えるかよってことですよね。もちろんそこでおにぎりとか買って、その場所代払ってますけどね。この安心感あると思うんですね。で、7個目、接客とホスピタリティですよね。これはね、安心を売ってるんだと思います。例えば店員さん、私たちがオーダーすれば注文確認しますよね。こちらでよろしいでしょうかだったりとか、コンビニだと袋お分けしますか温めますかって言いますよね。これ韓国人からすると驚くと思うんですよ。そこまで確認するって。旅行してると、その国で不安になることあるじゃないですか。言葉とか、ルールとか、お金だったりとか、そういったとこを日本の接客が埋めてくれると思うんですね。少なくとも人と人で会話してる、自分のことを気にしてくれてる、考えてくれてるってことがあるから、安心できるものがあると思うんです。日本の接客って、実は本来の業務、そして他もっていうのがあると思うんですよ。例えば、やっちゃいけないんですけれども、店員さんに道ちょっと教えてもらえませんかって聞かれたら教えてくれる。この辺の観光地ありますかって聞いたら教えてくれる。ちょっとこの店とかこの辺で落とし物しちゃったんですけれども、なかったですかってやったら一緒に探してくれる。ホテルで傘忘れていると、従業員さんが走ってきて、これ傘どうぞみたいな。こういうのあるんですね。だからここまでやるのってことが、日本の接客にあるかなと思っていて、それが旅行の思い出になる
ると思います。で、僕はね、12年前、2014年かなに初めて日本旅行しました。日本って気づいたら心に残ってる国だったんですよ。旅行が終わった後、夜景を思い出す、駅の静けさを思い出す、旅館の匂いを思い出す、店員さんのありがとうございましたを思い出す、日本に住んで未だに楽しんでいます。そして最近本気で思うんですね。日本人って自分たちの国の価値、ちょっとなりすぎているんじゃないかなと、ちょっと分かってないんじゃないかなと。だから今日この動画で日本の魅力っていうのを、外国人目線で見るとこういうことがあるんですよってことを再発見してもらえたらというふうに思います。ということでよかったらチャンネル登録と他の動画もぜひ見てください。以上、パックンでした。アニョ